おはようございます。ケンです。ウェールズファーゴがテスラの目標株価を130ドルに引き下げました。現在の株価からすると大幅な下落を予測していることになります。このニュースを聞いてテスラ終わったって思う人もいるかもしれません。でもちょっと待ってください。なぜウェールズファーゴはそんなに悲観的なのか、そしてこの予測は本当に信じるべきなのか。一方でモルガン・スタンレーはテスラを買い推奨しています。全く逆の見方をしているわけですが、この違いは何なのでしょうか。また、テスラの販売台数が減少しているというデータも出ています。でも一方で、新型モデルの情報もリークされ、今後の成長に期待する声もあります。では実際のところテスラ株はこれからどうなるのか、下落は止まらないのか、それとも今が買いのチャンスなのか。今回の動画ではウェールズファーゴの予測を詳しく分析し、テスラの現状と今後の可能性について客観的なデータをもとに解説をしていきます。最後にテスラ株を持っている人、これから買おうと思っている人向けに今後の戦略についてもお話をしてみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはウェールズファーゴの予測について詳しく見ていきます。ウェールズファーゴのアナリストコリン・ランガンさんはテスラの目標株価を135ドルから130ドルに引き下げました。現在のテスラの株価はおよそ250ドル前後なので、そこからさらに 50% 近い下落を見込んでいるということになります。ではなぜここまで悲観的な予測を出しているのか、その理由として挙げられるのが、販売減少、利益率の低下、中国市場での競争激化の3つです。まずは販売の状況を見てみましょう。テスラの2025年第一四半期の納車台数は36万台と予測されています。これは前年同期比で 7% の減少、前四半期比で比べると 27% の減少になります。つまり、ここ最近のテスラは成長どころかむしろ減速しているということになります。地域別のデータを見てもテスラの販売は落ち込んでいます。中国では年初来で 14% 減少、米国では1月の販売が 11% の減少、そして特に厳しいのがヨーロッパ。1月の販売が 45% の減少、2月も 41% の減少と、まさに壊滅的な状況となっています。さらに利益率の低下も問題になっています。最近のテスラは度重なる値下げを行っていますが、その影響で利益率が圧迫されています。例えばモデル Y の価格を引き下げた結果、売上は伸び悩み、利益も削られるという状況になっています。また、中国市場では BYD をはじめとする現地メーカーの競争が激化していて、テスラはシェアを奪われつつあります。こうしたデータを踏まえると、ウェールズファーゴの130ドルの予測にも一定の根拠があることがわかります。しかし、これはあくまで悲観的なシナリオに基づいた予測です。一方で、モルガン・スタンレーはテスラを買い推奨しています。なぜここまで見解が分かれるのでしょうか。次のセクションでは、テスラの実態と楽観的な見方について詳しく解説していきます。はい。では、ここまで、ウェールズファーゴの130ドル予測と、その根拠となる販売減少や利益率の低下について解説しました。では、テスラの未来は本当に暗いのでしょうか？それともウェールズファーゴの予測が悲観的すぎるだけなのでしょうか？実はテスラにはポジティブな要素もあります。ここからはモルガン・スタンレーが買い推奨を維持している理由やテスラの持つ成長要因について見ていきましょう。まずはノルウェーとスウェーデンではテスラの販売が回復しています。例えばノルウェーでは3月のモデル Y の登録台数が485台とトップになり、モデル3も267台で2位にランクインしました。スウェーデンでもモデル Y は月間登録台数で3位に入っています。つまりヨーロッパ市場全体では苦戦しているものの、すでに回復傾向にある国もあるということになります。また、昨日もお伝えしましたが、テスラは次世代の低価格モデル 2.5 を開発していて、これは市場に大きなインパクトを与える可能性があります。このモデルのコードネームは E41。
モデル Y をベースにした小型車で生産コストが 20% 以上削減されると言われています。まずは上海ギガファクトリーで生産が始まり、その後北米や欧州でも展開される予定のようです。もしこの新モデルが順調に発売されれば、価格競争で優位に立ち、テスラの販売台数を再び押し上げる可能性があります。さらに、モルガン・スタンレーはテスラの AI 技術と自動運転の進化を高く評価しています。イーロン・マスクさんは2025年前半にも新たなロボタクシーサービスを行うと予告しています。このロボタクシー事業が本格的に始まれば、テスラの収益モデルが大きく変わるかもしれません。もちろん、ウェイモの元 CEO がテスラのロボタクシーはフェイクだっていうような批判もあったりするようなんですけれども、まだまだ課題も多いですが、長期的な成長要因としては十分に注目すべきポイントです。このように短期的には厳しい状況が続いているものの、テスラには長期的に成長を支える要素も存在しています。では実際にテスラ株を持っている人や、これから投資をしようと考えている人は、今どんな判断をすればいいのでしょうか。次のセクションでは今後の戦略について考えてみたいと思います。はい。では今日はここまで、ウェールズファーゴの130ドル予測とその根拠、そしてテスラの持つポジティブな要素について解説しました。まず短期的な視点で見ると、テスラ株は不安定な動きをする可能性が高いです。販売台数の減少や中国市場での競争激化といった懸念材料はすぐには解決しません。また、値下げによる利益率の低下も続いていて、業績に影響を与えています。これらの要素を考えると、短期的には株価がさらに下がるリスクがあることは無視できません。もし短期での値上がりを狙っている場合は、慎重な判断が必要でしょう。一方で、長期投資の視点では、テスラの成長ポテンシャルはまだ十分にあると言えます。今後新型のモデル 2.5 が発売されれば市場の流れが変わる可能性があります。またロボタクシーや自動運転技術の進化によって新しいビジネスモデルが生まれるかもしれません。さらにノルウェーやスウェーデンでの販売回復を見るとテスラは決して衰退しているわけではなく国や地域によっては強い需要が続いていることがわかります。これから新型モデル Y の納車が始まっていきますけれども、この売れ行き次第では一気に回復してくる可能性も十分にあると思います。では、具体的にどんな戦略を取るのがいいのでしょうか。一つの選択肢は短期的なボラティリティに備えながら長期的な成長を信じることです。例えば今の株価水準で一括で買うのではなく分割で買い増しをしていくドルコスト平均法を活用するのもいいでしょう。これらなもし株価が下がっても平均取得単価を抑えることができます。また短期的な株価下落のリスクを避けたい場合は今は無理には買わずに130ドルに近づいたらエントリーする戦略も考えられます。ただ130ドルまで下がるかどうかっていうのは全然わからないので、やはり下がったら買うっていうのがいいんじゃないかなと個人的には思っています。結局のところ、テスラ株をどう考えるかは、あなたがどれくらいの期間で投資を考えているかによります。短期でトレードを狙うなら今は慎重に、長期で成長を信じるなら下落をチャンスと捉える。あなたはどう思いますか？テスラ株はこれからさらに下がると思いますか？それとも今が買い時だと思いますか？コメントで意見を聞かせてもらえればと思います。そして株式投資をするならば最終的には自己責任で行うっていうのが大前提なので自分できちんと戦略を立てて行ってみてください。はい。ということで今回の動画では、ウェールズファーゴがテスラの目標株価を130ドルに引き下げた理由について解説しました。その背景には、販売台数の減少、値下げによる利益率の低下、中国市場での競争激化といった要因がありました。しかし一方でテスラは新型モデル 2.5 の開発を進めていて、ノルウェーやスウェーデンでは販売が回復するなどポジティブな要素もあります。モルガン・スタンレーは依然として買い推奨を維持していて、テスラの自動運転技術やロボタクシー事業が今後の成長ドライバーになる可能性もあります。では、テスラ株はどうなるのか、
短期的には株価のボラティリティが高く、不安定な動きが続く可能性があります。しかし、長期的にテスラの成長を信じるならば、今の下落は買いのチャンスになるかもしれません。特にモデル 2.5 の発売がどのタイミングで行われるのか、そしてロボタクシー事業がどれだけ実現可能なのか、これらのポイントが今後のテスラの株価に大きく影響を与えるのではないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい。ということで今日は日曜日なので、先週の日曜日に行ったアンケートの結果を見たいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 262.67 ドルで、今週末が 249.98 ドルということで、正解は下がるとなっております。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は598票いただいております。ありがとうございます。結果としては、下がると答えられた方が一番多くて 52% で、これらの方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、6名の方が正解となっております。そしてこれに伴い連続正解ですが、なんと AW139MK2 さんがこのアンケートを始めて以来、初の6週連続正解で新記録達成です。そして EM さんも5週連続正解となっております。素晴らしいです。さて、このお二人がどこまで連続正解をしていくのか、ちなみに8週連続で僕のネットショップのアパレルどれか一つをプレゼントです。来週も見逃せなくなっております。来週も非常に楽しみだなと思いますので、ぜひ皆さんも頑張ってみてください。そしてこちらのアンケートなんですけれども、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるか下がるか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしら根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役に立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってみてください。そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されてみたりしてください。そしてコメント欄を通じて、ご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚で参加されてもらったらいいんじゃないかなと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。